おはようございます。本日はツーリングがてら静岡県富士市を観光し、市内で開催中の超かぐや姫のスタンプラリー達成を目指します。超かぐや姫とは、ネットフリックス初のオリジナルアニメで、現在は映画館でも上映され話題になっている作品です。スタンプは全部で6カ所に設置されており、達成するとクリアファイルがもらえます。これが結構大変そうなのですが、その話はひとまず置いといて、最初に目指すは富士山裾野パノラマロード。富士山の風景を当てに行くツーリングって、雲で見えない時も多いので結構賭けですよね。今回僕もバリバリ富士山目当てなんですが、雲が多いので心配です。不安が的中してしまいました。前回、河津町の帰りも雲で見えなかったし、富士山流雲がないようです。ただ今回は富士山だけが目当てではないので、切り替えていきます。次に向かうのは、富士市にある名所、大淵笹場。茶畑の広がる景色が見ものなようで、こちらも富士山とセットで紹介されている場所です。時間が経てばワンチャン雲がなくなるかもなぁ、と思いつつ移動します。煽り運転に震えながら走っていたら道を間違えてしまい、謎の林道を永遠走ってようやく到着。やっぱり見えなし。まあ、パノローを走って事前に見えないと分かっていたので、特に落胆もなく茶畑の風景を楽しめました。この鮮やかな緑と青空の対比がたまらないですね。ちなみにここはお茶の CM 撮影もされた場所のようです。ここからは超かぐや姫のスタンプラリー巡り。1カ所目は市役所で、ここで台紙を受け取ります。ここからどう巡るかというのが難問で、スタンプの全6カ所中3カ所が駅なんです。駅周辺というのが中型以上のバイカーにとっては大変で、止められるところがないケースが多いんですよね。そしてこの3駅も、いろいろ調べましたが原付までの駐輪場しかなかったのです。とりあえず、他の2カ所を先に消化することにします。残すは駅3カ所。特典のクリアファイルは新富士駅観光案内所で受け取りなので、そこへは最後に行くとして、富士駅には少し離れますがトクピーというサービスで借りたバイク OK の民間駐車場に停め、徒歩で駅へ移動することに。そしてそこから電車で次のスタンプがある学南吉原駅へ行き、また電車で U ターンするという方法で行くことにします。
富士駅から一つ隣の吉原駅へ到着。ここに洛南鉄道の洛南吉原駅が併設されており、別途入場券を買って入ります。この日はだいぶ気温が高く、徒歩移動はきつかったです。いよいよ次が最後。新富士駅観光案内所は駅構内にあるのですが、近隣で中型バイクを止めれる駐車場が全くなく、やむを得ずコンビニで買い物をして一時的に止めさせてもらい、また徒歩で駅へ移動しました。ルール的にどうかは不明ですが、送迎車用の一時駐車場を借りてもよかったかも。最後のスタンプは案内所受付の目の前に設置されており、じっくり撮影できなかったですが、無事すべてをめぐり、クリアファイルをゲットしました。このクリアファイルは大事にクリアファイルに入れて持ち帰ります。スタンプラリーの感想ですが、意外とやりごたえがあり、達成感がありました。それぞれそんなに離れているわけじゃないんですが、徒歩では時間がかかりすぎるし、原付か自転車で回るのがいいかも。X ではタクシーで巡ったという人も、バイクならそれぞれの駅近くのコンビニに止めて、というのも良いかもしれませんが、調べた感じ、コンビニも駅によっては微妙に離れており、どの道多少は歩かざるを得ないようです。さて本当は、この後、田子の浦港にてしらす丼を食べようと思っていたのですが、営業が13時半で終了ということにここで気づき、間に合わなそうだったので断念。お土産のため寄る予定だった道の駅、富士川楽座で食事もすることにします。ここにもしらす丼はありましたが、気がついたら好物のマグロ丼を注文していました。ここにもパネルが飾ってあり、グッズも売っていました。当然僕もグッズを購入。ゆるキャンのキーホルダーを。いや、本当は超かぐや姫のグッズが欲しかったですが、メインキャラのものはすべて売り切れていたので、もともとソロ2特有の適当旅でしたが、この後、この施設の特徴であるプラネタリウムが見たくなり、わざわざ上映まで1時間ほど待ったにもかかわらず、始まってすぐ寝落ちするという意味不明な時間を過ごしました。この旅の最後に、白糸の滝を訪問します。道の駅に3時間近く滞在したので、予定よりだいぶ遅くなりました。と、滝へ向かう途中ではたと気づきました。富士山が見える。ふう。だらだらしていなかったら、雲がなくなる前に帰っていたところでした。たまには適当が良い方に転ぶこともあるんですね。バイクあそこだから止めるとこね。はい、どうぞ。ありがとうございます。到着が17時頃だったこともあり、お店のほとんどは閉まっていましたが、観光の方々はたくさんいました。すんごい迫力。埼玉の方に帰るので少し遠回りでしたが、来てよかった。その場にいたほとんどの方が海外の方でしたが、これは遠路はるばる見に来るのも納得です。
回実はスタンプラリーをどう巡るかというのを当日まで考えておらず、言うてバイクあればなんとかなるっしょ。市内をドライブできるしちょうどええわくらいのテンションで臨んだので、ちょっと当ては外れました。しかし普通は行かないような施設も巡れ、楽しい経験でした。綺麗な富士山も最後に見れたし、個人的には大満足。スタンプラリーがいつまで続くか分かりませんが、興味のある方はぜひ参加してみてください。それではまた。